大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんはい、でしょうか。今日はですね、これからの時期に、通常はやるやつなんですが、黒松の、古葉取りというか古葉抜きというかですね、昨年も去年もちょっとやりましたですけど、今年の新芽出た芽を残して、去年の葉を抜き取るという、作業ですね。10月ぐらいからはやれなくはないんですが、今日が、10月の29ですかね、だいたい葉が固まるのにそのぐらいかかるので、11月12月ぐらいでやればいいんじゃないかなというふうには思っております。芽が固まってないとですね、こう作業する時に手を入れたりすると新しい今年出たやつの葉が折れたりだとか抜けたりだとかいうことがあるのでですね、しっかり固まってからやった方がいいとは思います。はい。じゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。これはですね、お客さんのところからちょっとこの間持ってきたやつで、もうご自分で、山から持ってきたしたかな、こんな小さな芽を引っこ抜いてきて、それをもう、50何年ずっと鉢で作ってきたそうです。だからちょっと枝の並びとかがちょっとおかしいのはあるんですけど、将来的にはちょっと上の方だけで文人作りかなんかにしていくと面白いかもしれないですね。木の古さはだいぶ出てきてるので、ちょっと面白いものが作れるような気はします。はい。じゃあやっていきたいと思います。でもちょっとこれ小さいから見づらいかな。ちょっとこれもちょっと分かりづらいと分かりづらいんですけど、ここから先が今年出た芽ですね。ここから先がですね。でこの下の方にあるのがこれが去年の葉っぱになるんですけど、これを処理する場合、古葉を抜く場合にですね、生えてる方向にそのままこう抜くというやり方が一般的なんですけど、これ別にこれ何を注意しなきゃいけないかというと、こう下の方にバッとやってしまったりすると、ここ皮が剥げたりするんですね。でそうするとそれが原因でこう芽が枯れてしまったりとかいうこともあるので、必ず生えてる方向に向かってこう引っ張ってあげるとスポッと抜けますので、こういうピンセットでもいいですし手でもいいんですけど、あとはハサミでこう切るというやり方がありますので、こう古葉がちょっとここ残ってますけど、これをこう切るというやり方ですね。どちらでもやりやすい方でいいんですが、例えば、11月12月になっても、例えば寿とかですね、ああいう品種になってくるとなかなか葉が硬くて、抜く時になかなか抜きづらいっていうのがあるんですね。そういうのはもうハサミでこう切ってあげると、こういう残ってるのはもうそのうち枯れて取れますので、さほど心配ないので、パチパチパチと切ってあげるというやり方が、慣れたというかやりやすい方法でいいと思うんですけど、ただし間違ってもこう下の方にはいかないように、必ずこう葉の向いてる方向にスッと抜いてあげるというやり方を取ってあげるといいかと思います。この部分が新芽ですね。今年出た芽です。でここから下にあるのが古葉になりますので、こういうのをこう抜いていきます。こうやってですね抜いていくと、これはまた別の芽ですので、取っとってもいいし、取っとってもさほど育ちはしないかもしれないですけどね。こんな形で、これもですね、ここに今年出た芽がここにあるんですけど、でこの下の方にあるのが古葉になりますので、それをこう抜いていくと、こういうのがですね。で指でこう抜いてもらってもいいんです。やりやすい方でやっていかれたらいいかと思います。こういうのですね。でこの際に芽数の多いとこなんかは、一緒にその時、例えば3つあるようなとか2つにするだとか、そういった作業を同時にしてあげると、手間が省けますね。こういうところもちょっと混んじゃいるんですけど、まずはちょっとこう古葉だけ取ってみるとすっきりしてきますので、ここちっちゃい芽があるんですけどね、ここ2つになってますけど、1つはもういらないので取っちゃいますけど、
こんな形ですね。ちょっと眩しすぎて逆光ですね、光がですね。こんな感じでですね。フルバーを取っていくと随分こうすっきりしてきますので、こういうふうに作りたいというやり方が、見えてはくると思うんですけど、どこを残すとか取るとかいうのはですね、本当にこれ見づらいですね。
で薄くしたですね。ちょっと日当たりのあまりよろしくないところで管理されてたから苔が生えてますよね。はい、ちょっと上の方だけやりましたですけど、まあ随分ちょっとすっきりしましたですね。古葉を取ってあげるだけで。まあですね、葉っぱがまず長いと、中の方に入る光がちょっと制限されると、まあ中の方までしっかり光が入り込むようにということが一つありますね。だからまあ最近は葉が短いのを好まれる傾向にあるので、まあそういったものもあってちょっと切りますけど、別に切らなきゃいけないというわけじゃないです。ただこれはですね、まあ冬場に一回ちょっと針金をかけて文人作りに変えようかなと思ってるので、そういった場合にあんまり葉が長いとですね邪魔になるんですよね。で短くしとった方がやりやすいので、どうせこうあまりこう中に手入れてやってると葉が折れたりしますから、葉が折れたところは茶色くなりますのでね。でまあそれだったら邪魔にならない程度にもう切っておこうかなと。まあちょっと針金かけたりするのにもこう葉が短い方がやりやすいですね。ただやりやすいからっていうだけじゃないんですよ。やっぱり光がこう中に入らない。まあ、例えばこういうところでもですけど、こうわさっとなってますから、まあ、古葉は取ってないからですけど、古葉取ってあんまりちょっと長めのところは切ってあげると余計日が入りますのでね。特にこれはまあ今までの置き場管理があまりよろしくなかったんでしょうね。一生懸命作ってはおられたんですけど、どうしてもあまり日当たりの良くないところで管理されてたみたいですね。だからどうしてもこうやって苔が生えてくるし、葉も若干ちょっと柔らかいですね。黒松にしてはですね、やっぱり日がよく当たった方がいいですからね。結構こう苔が中の方生えてますのでね、まあ冬場にちょっと養護剤あたりをかけてちょっと濃いめのですね、少しこういった苔もきれいにしてあげようかなとは思っております。まあ養護剤使うんだったら、まあもっと寒くならないとあれなんで、寒くならないといえばえらい昨日おとといからえらい寒くなりましたね。ちょっと冷えましたね。ですね、急に寒くなりましたが、体調管理を皆さん気をつけてください。ということで今日は健康診断でした。針をいっぱい刺されました。一回で済みます？血液検査とか。もうバッチリです。血の気多いですから。血管が出ないんですよね。うちの父もそうでしたけど、まあ、とにかく取るのに今日、全部で8本刺されて8個テープがこう、しかも手の甲ですね、ここで取れないので一番痛いとこですよね。でも痛いとは言えないから綺麗なお嬢さん方に囲まれて、綺麗なまあ40年ほど前、もうちょっとか50年ほど前は綺麗なお姉様方かもしれない。怒られますよ。まあ見る人いないでしょうけどこれを見る方はいらっしゃらないでしょうけど、さっきのお話じゃないですけど、そばにいた80代ぐらいのおじいちゃんから言われましたですね。
いいですなお姉様方に囲まれてして3人がかりでやられましたね。あ1人じゃとてもじゃないけどできないみたいですね。針を刺す人、腕を持つ人、あと試験管を持つ人って3人がかりでやられましたけど、まあ次から次にここもダメここもダメで刺した後に言うからですね。で結局8箇所穴が開きましたですけど、でまあそのお父さんにとってはね、お姉様方かもしれんけどみんな私より年上ですが言って大笑いしたとかやったんですけど、まああんまりいないそうです。こんなに取れない人は。得意体質ですかね。どんななんでしょうね。私でも毎回のことなのでどこ行ってもそうなので結果が出てこないみたいですね。だから腕もここもだいぶペシペシ叩かれてするけど出てこないですね。手の甲にこんなやってテープがなんかさっきどっか2個どっか行きましたけど、こんなやってこの辺にもテープがあったんですけど、どんどん刺していかれますので、刺してる方は痛くないですからね。そうですね。まあだから大病しないようにしないとあちこち刺されますので。今年はでも夏暑かったせいかだいぶ松も枯らしたという方が多かったですね。なんか毎年年々なんかそういう声が多くなってくるような。なかなか水かけな思っても暑いと外に出たくないとかですね、あるんでしょうけど、石灰硫黄合剤、石灰硫黄合剤、苔防止になるんですか。苔を枯らすことができますね。モクスとかああいうのでも取れるというふうに言う方もいらっしゃるんですけど、なかなかうまいこといかないですね。まあ、溶合剤の方が手っ取り早いというかですね。何回でも今年っていうか近年気象的にもいろいろ変化があるみたいで、それこそ2、3日前にここのお店の近くですけど、あら取れてしまったズッキーニなんかを作ってらっしゃる方でですね、で農家の方でちょっとお話を聞いたんですけど、雌花がついてるんですよ。雄花雌花が1本から出るんですけど、雌花が開かないと。で開ききる前に落ちてしまうと。でこんな年は初めてやというふうなことをおっしゃってましたですけど、まあ雄花を1個取って、まあ、雌花がこう開いてるやつ花粉を塗っていく作業をされるんですけど、雌花が開いてないのでその作業ができないんですね。でおまけにそれがもう開く前に、まあ、腐って落ちるのか何なのか、ちょっとここのところ天気がずっと悪かったからですね、まあ、その辺も影響してるんじゃないのかって言ってたんですけど、まあでもそれにしてもこんな年は初めてやとおっしゃってましたですね。やっぱりいろいろ温暖化でそういうところにも影響が出てきてるんでしょうかね。暑い、まあその辺も多少あるのかもしれないけど、今回の場合はいや分からないですよ。それが原因なのか分からないですけど、やっぱちょうど先週とかずっとちょっと雨が続いてたじゃないですか。ちょうどそういうの開く時期の時に雨が続いて、まあ要は日照不足ですよね。そんなんで雌花が開かずに腐って落ちてしまうと。まあこれから冬場は今度はハウスで作られるので、まあそういうふうに、影響を受けることは少なくなってくるんでしょうけど、今はまあ屋外というかそのハウスの中じゃないのでですね、だからその辺がもうちょっとなんかね出てきてるのかもしれないですけど、まあ農作物に関してその素人なんで本当それが正解なのかどうかは分からないですよ。
まあそんなこともちょっとおっしゃってたのでですね、まあ盆栽でもありますもんね。雌花ばっかりの年とか雄花ばっかりの年っていうのがやっぱ時々ありますもんね。オスメス分かれてるやつはまあそういうのではないんですけど、両方が出る木ってあるんですけど、やっぱ年によってそういうのがちょっとありますもんね。これはまあ多少はそういった気象条件というかそういうのにも左右されるのかもしれないですけどね。やっぱ弱いね、目が。固まりきってないっていうわけじゃないと思うもんね。やっぱこれも日照不足ですよね。まあでもこんなのはまた日当たりのいいところで管理してあげればすぐ解消することなんですけどね。やっぱ松はお日様好みますからね。
こんな感じですね。まあまだやってないとこと比べるとだいぶちょっと差が出てきますよね。まあ松に関してはですね、まあ普段のお水かけはもちろん大切ですけど、まあお手入れといっても6月末からやる芽切りというのと、まあこれからの時期やるこの古葉取り、これ年に2回しかないのでですね、でこの間ちょっともみじが欲しいという方が来られていろいろお話を聞いてたんですけど、まあとにかく臓器は楽やって聞いてたから。で臓器ばっかりを今集めてたけど、なんか最近特にもみじとかいうのはものすごく手間がかかりますねって言うから、まあ、逆言ったらしょっちゅうですよねって、その芽次から次出ますからね、で間止めしてもまた出てきますから、だからそういった意味ではもうしょっちゅうやってないといけないと。それが1本2本ならいいですけど、本数が多くなってくるとですね、だからかえって手間がかかりますねっていう話を。でおまけに直射、夏場直射だと、まあ、葉が傷んだりとか、まあ、水切れを起こしたりというのもあるからですね、まあ、そういった意味でもちょっと置き場所にも工夫がいるでしょうし、かえって手間がいりますねっていう話をされてましたけど、まあ本当にそうで、まあ松は最初だけですね、そのやり方さえ覚えれば、もう大きく分けてその2回しかないので、あとは時々まあ、害虫予防とかそういったのはもうどんな木でも一緒ですからね。でお水さえしっかりかけてれば、まあ、どうこうなることもそうそうないので、本来は松が楽なんですけどね。まあと言いながらこの作業を見て余計にやっぱ松は難しいという方いらっしゃるんですけど、今年も11月入ったら今年の春以降松を購入された方が練習しに来られますけど、やっぱ1回2回やっとくとですね、で自分でやれば覚えますからね、そうそう難しく考えなくてもいいんですけど、私なんか大元はもう見読みまでですからね、うちでやってるのを見ながら自分で適当にこうやってっていう感じだったですけどね、最初はどれが古場やらもわからんで適当に抜いてましたですけどまあそんなんでもできるわけですからね。まあ松を持ってらっしゃる方、今ですね、綺麗にお正月前に綺麗にしてあげると、またお正月玄関先にも飾れるでしょうから、やってみてはどうでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。